皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールアプリの戦術的解説をお届けします。この動画では左右非対称な433のポゼッションについて解説します。433は多くのポゼッション志向のチームが採用するフォーメーションです。ただ、現代サッカーにおいては433でそのまま戦うことは少なく、ほとんどの場合何かしらの可変システムが使われます。そしてそれは e フットでも同じで、433そのままの形で戦うのは非常に困難です。今回紹介するのは433からの可変システムの一つの答えです。ただ、これまでのポゼッションスカットとは一風変わったコンセプトがあり、さらに上を目指せる戦術になっているので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは今回の戦術の概要を解説します。最初に433の初期配置から左ウィングが中央化、そしてその分空いた左のスペースにサイドバックが高い位置で幅を取ります。逆に右ウィングは大外に固定し、右サイドバックは偽サイドバックとして DMF と横並びでプレイします。ここまでは当チャンネルでよく紹介するポゼッションスカットですが、ポイントは中央化した左ウィングです。結論を言うと、ここにはセンターフォワードでラインブレイカーを起用します。元のセンターフォワードに加えて左ウィングにもストライカーとなる選手を置くことで、良くも悪くも全体のバランスが崩れます。ただ、その崩れたバランスの中で新しい発見ができるのが今回の戦術です。では続いて、この戦術を再現するためのスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。チームスタイルはポゼッションです。まず、今回のキーマンである左ウィングについて。ここはできるだけ左の位置でセンターフォワード。プレイスタイルは先ほども触れたようにラインブレイカーを起用します。陣線は裏抜け特化のスピードタイプが理想です。ポジションエディットでセンターフォワードとして起用できるギリギリまで左に配置するというのが重要で、センターフォワードでありながら左のハーフスペースでプレイします。これにより本来のセンターフォワードのポストプレーに連動して裏に抜けたり、自ら裏に抜けることでスペースを作ったりと得点につながる連携が期待できます。例えばこの場面では自らが裏に抜けることでディフェンスラインにギャップを作り出し、そこに本来のセンターフォワードが走り込むことで得点につながっています。このように直接得点に関与しなくても左ハーフスペースからのラインブレイクという動きそのものがこのスカットにおいては重要です。また選手指示でラインダウンを設定します。これは433をベースにしているからというのもありますが、戦術的な理由もあり、それは守備の人数を増やすためです。ポゼッションでは点を取ることよりも取られないことの方が重要です。先に点を取られてリードされるとどうしても気持ちが焦ってしまい、本来やりたいボール保持が難しくなってしまいます。433から両ウィングを下げ451で守ることでスペースを埋め、押し込まれても粘り強く戦うことができます。次に真ん中のセンターフォワードについて、ここはラインブレイカー以外のプレイスタイルを起用します。また、この後解説しますが、このスカットはロングボールで競り合う場面も多いので、空中戦やフィジカルが強いタイプが理想です。次に右ウィング。ここはこのスカットで最も陣線の自由度が高いポジションです。ドリブラータイプを置くのもよし、クロスアータイプを置くのもよし、守備ができるタイプを置くのもよしで正解はありません。ぜひ色々と試行錯誤してみてください。また、ここにも選手指示でラインダウンを設定し、451のブロックを作ります。続いてインサイドハーフ。ここにはプレイメーカーやボックス2ボックスなど、ピッチを広く動いてボールを受けられるプレイスタイルを起用します。最初に解説したように、このスカットはストライカーを2人置いていることでポゼッションのバランスが崩れます。それを運動量でカバーし、バランスを維持するのがこの2人の役割です。次に DMF の選手。ここは守備力重視の選手を起用します。カウンターでは守備が手薄になりがちなので、守備のスペシャリストを置くことでそれに対応します。続いて左サイドバック。ここの選手はサイドで高い位置を取るというのは最初に解説した通りです。それを実現するため、プレースタイルは攻撃的サイドバック、選手指示でオフェンシブを設定します。最後に右サイドバック。ここはセンターバック起用、選手指示でオフェンシブにより偽サイドバックとしてプレーします。センターバック起用ですが、実質的には中盤でプレーするので、ドリブルやパス数値が高い選手がベストです。以上が今回のスカット解説です。続いて実際のプレーを紹介していきます。
さて、ここでは普段ならビルドアップやフィニッシュにおいて有効なパターンを解説するところですが、今回のスカットではこれというパターンが存在しないことが特徴です。パターンがないことが戦術ということもできます。そしてそれも結局はストライカーを2人起用していることで起きる現象です。ゴールに向かう選手が増えるということは、それだけボールを受ける選手が減ることになります。これによりポゼッションにおいてパスの選択肢が少なくなり、ボール保持は不安定に。結果としてパターンがなくなることにつながります。しかしパターンがないのは悪いことではありません。プレーの難易度が上がるのは事実ですが、その分攻撃が硬直することなく、どんな状況、どんな位置からでも得点を狙うことができます。そして結果として様々な相手に対応することができます。そのためにこのスカットではより広い視野と柔軟な思考が必要になります。ただ、それでは動画にならないので、ここではパターンとまでは言えないものの、比較的よく見られる2つの場面を紹介します。1つがビルドアップにおけるロングボールです。ストライカーが2人いることにより、ボールを受ける選手が減るということは、当然ビルドアップが難しくなることになります。プレスをうまくかいくぐって繋いで状況を打開できるのがベストですが、スカットの特性上どうしてもビルドアップが詰まる局面が出てきます。そこで役に立つのがセンターフォワードへのロングボールです。真ん中のセンターフォワードにはフィジカルが強い選手を起用していることで、競り合いに勝ちマイボールにすることで一気に前進することができます。つなぐことを基本としながらも常に頭に入れておきたいビルドアップです。2つ目がフィニッシュにおける左サイドのスペースの活用です。このスカットでは左サイドからラインブレイカーが中に入ってくるので、相手右サイドバックもそれにつられて中に絞っているという状況がたびたび起こります。そうすると左サイドのスペースはガラ空きです。そこに選手指示オフェンシブをつけた左サイドバックが入っていくことでチャンスを作ります。最後に得点シーンをいくつか紹介します。何度も言うようにこのスカットにはパターンがないので、得点シーンもかなり多彩です。実際に使う時もここで紹介したものにとらわれず、自分なりの形を見つけていくことが重要です。
今回は左右非対称の433のポゼッションについて解説しました。パターンがないことが戦術とも言える今回のスカットは、イーフト戦術に新しい可能性を見ることができるものだと思います。今後はこのようなスカットも取り上げていくので、ぜひお待ちください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後もこのような戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。